株式投資で絶対に負けない方法、それを教えましょう。何だと思いますか？それはやらないことです。絶対に負けません。今日はそういう話を聞きたいわけじゃないと思います。超越瞑想と株式投資、投資全般ですね。その関係についてお話ししようと思います。こんにちは。マハリス総合教育研究所群馬オフィスで超越瞑想を教えている森正也です。今日は株式投資、あるいは投資全般ですね。それと超越瞑想についてお話をしようと思います。たまに聞かれるんですけれども、超越瞑想をすると投資で勝てるんですか？例えばここ直感力が増して投資先が分かったりとか、そういうふうになるんですかとか、聞かれることがあります。今日はそれについてお話をしようと思います。まずですね、この本ご存知でしょうか？レイ・ダリオさん。ちょっとお待ちくださいね。それではこのレイ・ダリオさんの紹介をします。レイ・ダリオさんって知ってますか？聞いたことありますか？聞いたことない？ちょっと説明しますね。ウィキペディアを見てみます。レイ・ダリオさんですね。1971年生まれてますか？ヘッジファンドってご存知ですか？ヘッジファンドっていうのは、みんなからお金を集めてで運用するんですね。で、多分ヘッジファンドっていうのは買うだけじゃなくて買ったり売ったりしながら有効的に資産を増やしていくというファンドだと思うんですけれども、それを創業して2021年現在どれぐらいの運用資産やってると思いますか？1000億ドル。すっごい金額なんですよね。その金額を動かしている人、このレイ・ダリオさんなんですね。で、このレイ・ダリオさんがなんと超越瞑想をすごく進めてるんです。1000億ドルの資産を運用している方が超越瞑想を進めている。この本を読んで超越瞑想を始めた方もいらっしゃいます。では、超越瞑想と投資の関係、あなたはどのように思いますか？超越瞑想を習うとすっごい資産が増えるのかな、どうなるかなっていう質問もありますので、今日はそれについてお話ししますよ。まずですね、株式投資についてちょっとだけ話をします。つまんない方は少し飛ばしていただいて、でまずは私の話からしますね。多分10年ぐらい前に中国株式の取引をしました。で当時は買ったら1億円になるとかっていう話があって、人民元の投資ですね。でその後 FX、外国為替証拠金取引もやりました。相当、ちょっと稼ぎはあったんですけど、その後、毎日それを見てやってるのも大変だったんで、自分の本業もすごく良かったんでやめてしまいました。であとは、株を少し買ったり、ETF とかインデックスファンドですね、全世界インデックスファンドとかそういうのを買って、とにかくもう投資っていうことより積み立てぐらいでやっていました。で3年ぐらい前にお客さんのところ見学した時にすっごい会社だなと思って、帰ってきてすぐにそこの株式を買いました。あとはもう1個ぐらい買ってたんですけど、それはもう長期でいたんで、新型コロナウイルスの騒ぎの後、そこ半分までいかなかったですけど下がってしまって、で絶好の買いタイミングと思ってたんですけど放っておいて、今は2倍まではいかないですけどかなり、含み益もある状態で、5月ぐらいにですね、円安で米国株が下がったっていうのがあって、それらを全部、一回やめて、で日本株投資を今やっております。今の成績は
そこそこプラスなんですけども、それは超越瞑想をやってるせいなのかどうなのかっていうところもありますよね。まずはゼロサムゲームっていう言葉ですね。ゼロサムゲームっていうのは何かっていうと、稼いだ人がいれば稼げなかった人がいると。で、株式投資をやると、自分がもし勝ったら負けた人が出てくると。で、その負ける人がいるっていうのは、その人に対して悪いことをしてるんじゃないかと。で、株式投資をやると、自分が勝つと誰かが負けるから、何か悪いことをしてしまう。だから株式投資やらないっていう人がいるんですけれども、極端な話、株式投資はですね、例えば100円で買ったのは誰か200円で買う。それを300円で買う。上がり続けている限りは誰も損しないっていうことがあります。考え方なんですけどね。あとは、自分で悪気があって誰かからお金を奪うとかっていうのは、それは悪いことですけども、それは単に勝負の世界と思っていただいてもいいです。それでは、超越瞑想をやると株式投資どうなんでしょう？それについてお話ししますね。まず、このレイ・ダリオさん、なぜ超越瞑想を進めているんでしょう？超越瞑想をすると勝てるっていう話ではない。それだったらこの本を出す必要はないですよね。この本、読んでみるとわかるんですけれども、例えばですね、明確な目標を持つとか、心配しないとか、いろんなことが書かれています。こういう、一つ一つの行動、こういうことをすることで株式投資で利益を出せるっていう話なんですね。こういうふうな行動をするといいって言われてもなかなかできないですよね。言われて頭では理解するんですけど、なかなかできない。例えば犬にご飯あげた時に待てって言ってもつい食べちゃう犬って言いますよね。人も同じで分かってるけどできないっていうことがあるんです。超越瞑想をすることで頭がクリアになって、これをやっちゃいけないっていう時に踏ん張れる。この書いてあるおすすめの行動を取ることができる。そのために超越瞑想がいいということだと思います。例えばいろんな雑念があったり不安があったり、そういう中で株式投資をやってもなんかすっきりしないままうやむやにパッとついやってしまう。そうじゃなくて超越瞑想で落ち着いた気持ちで行うっていうことですね。人それぞれ投資のスタイルは違います。どんなスタイルであっても超越瞑想をすることで、その人のやり方、あなたらしさですね。あなたらしさが投資に生きてくるっていうことになると思います。投資の世界で例えば難品っていうのがあるんですね。自分が買った値段より下がってしまった。で、下がった時にもう一回買い足すと。そうすると平均の自分の買った値段っていうのが下がるんですね。で、下がったり下がって、で、買ってってやっていくと、結局は自分が買ったトータルは、最初に買った時より安くなる。その代わりそれを続けてると、どんどん損が増えるので、難品はするなっていう人がいます。難品は絶対にダメだっていう投資方法もあるんですけども、それもその人のスタイルで、ちょっと難しいかもしれないですけれども、ファンダメンタルズですね。その会社は絶対業績がいい。必ず将来伸びるっていうところの株を買って、そこが下がった時は、それはもうチャンスなんで買い足していっていいと思います。それは必ず将来上がるっていう確信を持った投資スタイルなんです。だけども、ファンダメンタルズじゃなくて、チャートだけ見て、これは上がるな、下がるなと思って、上がると思って買ったのに下がった時、それは判断ミスなので、すぐに損切りした方がいい。そういう人は難品をやってはダメ。それもそれぞれのスタイルなんですね。その自分のスタイルをどこまで通せるか。それは決断力、そして先を見る力、忍耐力、いろいろなものが必要になってきます。投資の世界はやはり精神力っていうのはすごく大事になってきます。最初に決めたことをずっと行う。不安とか心配とかから行動してはいけないんですね。その不安とか心配をなくすクリアな精神状態。それに
超越瞑想が必要ということだと思います。それでですね、すべての人がでは投資をやった方がいいのか、超越瞑想をやって投資活動をしたらいいんじゃないかって思われるかもしれないんですけれども、確かにお金があると便利です。投資でお金が増えることもあると思います。ここでですね、このバガバットギーターの178ページを詩説第2章詩説57、ちょっと読みますね。何者にも過度の愛着を抱かず、良いものを得ても狂気せず、悪いものを得てもひるまない人、そのような人の理智は安定している。何が言いたいかと言いますとですね、超越瞑想を行って、ずーっとこう瞑想を続けているうちに、存在っていうものが心の中に浸透してきます。どういうことになるかというと、何をしてても楽しい、いつも自分の環境がいい、満足している、そういう状態になるんですね。そういう状態ですと、例えば投資で勝った負けたっていうのは、これ相対世界の話で、勝ったから嬉しい、負けたから残念だとか、そういう感情にも振り回されなくなってくるんですね。で、必要なものが必要な時にいつでも手に入る状態、それが理智が安定している人、それが超越瞑想のゴールなんです。ですから確かに投資で勝ったり負けたり、それに超越瞑想はどうなんだろうって言えば、それはすごく助けになると思います。それは例えば投資だけじゃなくて、投資をやらない人、ボランティア活動、あるいは子育て、仕事、いろいろなもので自分がやりたいもの、なりたい自分、そういうものに対しての助けになります。投資で成功したい人には超越瞑想を行うことで投資が成功する。子育てに集中したい人は子育てがうまくなる。そういうものなんですね。投資だけではなく、あらゆるもの、そしてあなたが望むもの、それに超越瞑想が役に立つということなんです。そして最終ゴールは何だと思いますか？あなたの幸せです。投資で勝った負けた、いや今日のお金がない、あの人が嫌だ、そういうものがなく、常に毎日が幸せで、はあ、生まれてきてよかった、なんて幸せなんだろう、今日も楽しい、それがゴールだと思いませんか？投資をやりたい人はぜひ投資をやっていただいて、投資をやりたくない人はやらないでいただいて、そういうことだと思います。ただ全般に全ての人に超越瞑想は役に立ちます。今日はそれを伝えたくて動画を撮影しました。超越瞑想に興味のある方、ぜひお近くの瞑想センターの説明会にご参加いただければと思います。私は群馬で教えています。今日もご視聴いただきありがとうございます。